いやこれね 3D コネクションさんからご提供いただいたスペースマウスなんですけど、正直全然使えてないんですよ。でさすがにいかんということで、スペースマウス歴20年のプロフェッショナルをお呼びしたんで、ちょっといろいろとね使い勝手とかコツとかをお聞きしたいと思います。お願いします。オートデスクの尾形さんです。はい、オートデスクの尾形です。よろしくお願いいたします。20年使ってて、もうこれがないと仕事ができないというふうに伺ってるんですけど、はい、本当なんですか？はい、これがないとですね、もう私、3次元の CAD とか CAM とか使うんですが、はい、もう全然仕事が手につかないぐらいな感じで、はい、使わせていただいてますね。今回は、普通のマウスとこういうトラックボールマウス、そしてこの 3D マウス3種類を使って、どんな違いがあるのかっていうのをプロフェッショナルに教えてもらいながら検証してみたいと思います。そもそも僕は CAD/CAM とかやるにあたってずっと普通のマウスを使ってたんですよ。ただ、腱鞘炎みたいな感じになってきて、トラックボールマウスで、そういう作業を行うっていう風になったんですけど、はい、尾形さんは今どんな感じで作業されてるんですか？はい、私ですね、マウスはもちろん、CAD 用のマウスっていうのをまた使わせていただきながら、はい、左手のいわゆる画面操作モデルをこう回したりとかっていうところでこのスペースマウスをですね使わせていただいてるんですけれども、はいはい、小さい方ですね、これが、持ち運び用外出用とそういうことなんですね、はい、いうものと、こちらの大きい方は、普段ですね、オフィスとか、中で作業する時とかですねに使わせて、そう使い分けて。トラックボールマウスは使わないんですか？はい、私実はトラックボールマウスっていうのは逆に使ったことがなくてですね。そうなんですね。はい、もうこっちで慣れちゃった方が良かったと。馴染んじゃったと。もうそうですね。もう 3D の CAD を使うときは本当にこれがないとですね、すごい使いにくくなってしまうというぐらい。具体的に、もちろん自由に動かせるっていうのはあるんですけど、はい、正直僕使ってみた感じ、慣れももちろんあるとは思うんですけど、うまいことこう動かせなかったりしたんですよ。まずはそうですね。最初は初めて使うものなので、やっぱ慣れるっていうところは必要なんですけど、それでも数日とか本当使っていればすぐ慣れますし、この大きい方のですね、ペースマウスのエンタープライズという一番大きいものなんですが、これだとそのショートカットキーとかもついているので、モデルの操作に加えて、あとはよく使うボタンとかっていうのを登録しておくとですね、さらに作業の効率が上がるとか、3次元の CAD っていうのは、そのパソコンの画面の中ですね、ソフトの中でこう 3D のモデルをいろんな方向から見たりするっていう、この回転とか移動とかですね、ある操作を、この左手の、このスペースマウスのですね、はい、こちらを使って動かしていくと。具体的にはクリック数が減るっていう感じですか？クリック数、右手のですねマウスを使ったクリック数っていうのは大幅には変わらないんですが、左手ですね、例えばその CAD とか、そういったのを使った時っていうのは画面をこう動かそうとすると、大体多くのソフトはですね左手を使ってシフトキーを押しながらとか、確かにコントロールキーを押しながらとかっていう、左手の操作がですねこう行ったり来たりって入ってくるんですけど、このスペースマウスを使っていると、その左手のそのシフトとかコントロールを押すっていう操作を、ほぼなくすことができて、3D モデルをこの左手のこのボールの部分を使って動かす、見る方向を変えるっていうことができるものですね。だいたいどれぐらい違いがありそうですか？普通のマウスで設計とかした時と、それを使ってる。これ私も20年ぐらい使ってるので、逆にマウスだけの操作っていうのもここ最近やってはいないんですけど、実際にこれなしで、作業を行った場合でいうと、どうでしょう、2割3割からもう多いと本当時間で多分倍ぐらい多分変わってくるんじゃないかなっていう感覚的には思います。本当ですか？正直僕まだ使いこなせてないんで、そこら辺がまだ疑問なんで、実際慣れた人の手の動きだったりとか、実際どれぐらい差があるのかっていうのをちょっと見せてもらってもいいですか？はい、ぜひ。じゃあちょっと対決みたいな感じで、普通のマウス対トラックボールマウス対スペースマウス、その3パターンでちょっと検証してみましょう。ではですね、実際に普通のマウスとトラックボールマウスと 3D マウスそれぞれで
どのくらい差が出るのか、はい実際にストップウォッチを使って検証してみたいと思います。では準備はいいですか？はい、大丈夫です。用意スタート。はい、このモデルの穴に面取りを入れていきます。早い早い、すごいな。マウスでこのスピード普段やってないですもんね。普段からそうですね、私はまあ設計CAD とかっていうよりは CAM というですね、加工のプログラムを作るのがまあ主な内容なので。うわ早い。でも今30秒経過しました。これ普通の CAD やる人で全然早い。クリック音がね鳴り響いてます。マウスも小刻みに動いてます。全部選択して C1 を入れて終わり。はい、約45秒ですね。はい、これ普通に早いんじゃないですか？十分。そうですかね。もっと早いですか？もっと早いですかね。では私豚骨が普段使っているトラックボールマウスを使って同じ作業をやって一体何秒になるのかやってみます。お願いします。はい、では用意スタート。はい、編集の面取りを選んで面を選びます。で僕はいつも回すときはこの右上のキューブをドラッグして回すタイプなんで絶対遅いとは思うんですけど、選びにくい。いやこういう仕事ありますもんね普通に。そうですね。こういった面取りとかいろんなとこつけるっていうのは。で次エッジを選ぶ。でもなんなら普段より急いでるぐらいですけどねこれでも。はい終わり。じゃあ 1ではい。はい。42.91 秒ですね。おお、まあ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 。いや結構難しいし、こういうのこそやっぱテクがあったらもっと早いんだろうなって気がしますね。では最後 3D コネクションさんのスペースマウスワイヤレスを使って、プロが使ったら一体何秒になるのか測っていきます。いいですか？はい。用意スタート。選んでいきます。早っ。なんかカーソルがほとんど動いてないですね。はい。モデルの方を動かしているのでカーソルというのは基本的にあまり動かすことなく。すごい。これはめっちゃいいタイムが期待できそうです。優しいタッチだ。はい。はい、28秒。もう半分は言い過ぎだけど、4割ぐらい速くなってるんじゃないですかね。はい。普段はだいたいこれぐらいのスピードですね。全然本気出してるとかでもなく普通にやって普段の操作で。すごい滑らかですね。やっぱ慣れたらこれぐらいはいけちゃうんですね。はい、そうですね。となるとさすがにもうマウスだけとか。もうそうですね。マウスだけでやるとやっぱりちょっとぎこちない動きになってたと思うんですが、やっぱこの 3D マウスを使った方が動きも滑らかですし、早く作業できるっていうのはありますね。しかもこれ CAD だからまだあれですけど CAM になったら本当に特定の面だけを選んだりとかってあるわけですもんね。そうですね。CAM の場合は CAD よりも結構いろんな方向とか細かいところを見る作業も増えてくるので、そういったところではさらに差は出るかなと思います。ちょっとそちらも見ていこうと思います。はい。では CAD 上で 3D マウスを使っていくとどんな動きになるのか見ていきたいと思います。お願いします。はい。ではですね、実際に使っていってみますが、こちらの 3D マウスを左手で持ってですね、で右と左にモデルを左右に動かすものと、奥に押し込む、で手前に引くと上下に動くですね。であとはこの頭の部分を上に引き上げる、または奥に押し込むでズームインズームアウト。でその他にですね、この頭、ノブの部分をひねる、左右にひねる、また奥に傾ける、手前に傾ける、横に傾けるというですね、非常に多くの操作を行うことができるようになっています。手で持って自由自在にこねくり回すことができるってことですね。そうですね。はい。なので本当にもう実際自分の手で持っているかのように動かすと、ひねる、奥に上げる、押すとか引くとかですね。で、動かして見ていくことができます。はい。で使ってたんですけど、
なんかね使えなかったんですよ。でなんでかっていうと、これが軽すぎるのか、こう押した時にこうずれてっちゃうんですよね。一応滑り止めもついてて動かないようになってるんですけど、動いちゃうんですよ。はい。でなんか上げる時も持ち上げちゃってはい。でなんかこう押さえながら引っ張ってみたりとかいろいろやったんですよね。はい。なんか違うんですか？あ、それですね。はい。これ3D マウスのですね、プロパティ設定というのがありまして、でこちらですね、プロパティ画面というのがこう設定がありまして、ここの中で 3D マウスのこの動きの速度を設定はいはいはい。することができます。速くするか遅くするか。でも速くなるだけじゃないんですか、動きが。これですね、例えば今一番遅くしておいた状態でこれをフュージョンを動かすと、はい。これですね、もう動きがとても遅くなりまあ、す。今持ち上がりましたね、もしかして。これそうですね、もう実際に持ち上げても画面が動かないようなですね、ほとんどあ状態になってましーて、でこの速度をですね、次にこの右側に速くしていくと、動きがですねどんどん速くなってきます。例えばデフォルトの真ん中のあたりですね設定しておくと、こう先ほどよりもですね、もっと少ないこう動作動きで上がってくるとか動きが変わってくるので、おそらく豚骨さんですね、速度が遅いまま、使っていたのではないかなと多思いますね。分画面外にどっか行っちゃうことがあったんで、わざとちょっと遅めにしてたかはい、らそうなって、でもっさり感があったんで強く引っ張るとこれが持ち上がるっていうことになってたと。そういうことかなと思いますね。そういうことか。じゃあ速度ちょっと早めにして優しいタッチで触るようにすれば動かしやすくなると。そうです。いろんな速度をですね遅く速く設定できるので、その使われる方のこう好みの速度に合わせてこう自分がどれぐらいの力で押すとどれぐらい動くっていうのを先ほどの速度のところでコントロールすると非常に使いやすくななるりますね。ほど。今速度の設定を変えました。めっちゃ早く変えたんですけど、持ち上がることはないですね。持ち上げる間もなくもう画面外に行っちゃうんで、この設定をしておけばめっちゃ使えそうな気がします。はい。この設定をですね、最初にこう怠ってしまうとちょっと使いにくいなっていう感じになってしまうので、そういうことか。いや、もっさり感がね、どうしてもあって使いにくかったんですけど、これはすごいスムーズ。で、速くなったことによって、こう、やっぱり慣れてないと画面外にバーっていっちゃったりするんですけど、僕、ショートカットここをフィットに割り当ててるんで、ここをポチッと一回押すともう戻ってくるんで、迷子になることもないから、これならめっちゃ使える気がします。これはいいこと聞いた。CAD ではあれくらいの差が出ましたけど、はい。CAM だとさらにもっとグリングリ回したりするはい。ということなんで、CAM では一体どんな動きになるのか見せていただきたいと思います。はい。お願いします。はい。これまたすごいモデルですね。そうですね。これはちょっと特殊な、ジグを使っていて、ハッコドリですね。このという白いのがワークですよね。そうですね。この白い、モデルが実際加工するもので、それを8つですね、こうジグに取り付けたというモデルになっています。はい、5軸加工ですね。そうですね。5軸のマシニングを使うような加工になるのですが、はい。はい。こういったモデルですね、いわゆるいろんな方向からワークが取り付いているので、例えばこれをマウス、キーボードだけで操作しようとすると、それぞれモデルを見ようとしたときに、カチ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 とですねこうクリックの回数がひたすら増えてしまうというところはあるんですけれども、そうですね。はい、この 3D マウスですね、スペースマウスを使うと、もう左手も右手もほとんど動かすことなくですね、いろんな方向からこう見ていくことができます。特に5軸とかなると本当にこう裏のそこの面を触りたいんだって時ありますもんね。そうですね。いろんな方向からやはり工具が入ってくるとかがあるので、裏側がどうなってるとか、加工がどこまで工具が近づくとかっていうので、やはりいろんな方向から見ることが出てくるのがやっぱ CAM の少し特徴的なところですね。本当にさっきも言ったけどあれですよね。持ってますよね。もうそうですね。もう自分で本当モデルを中で持っているような感覚で動かしているので、なんかこう画面を操作しているというよりも実際の本当手元でこのモデルを動かしているような感覚になりますね。これのここが見たいんだっていう時にマウスとかだとどうしてもこうカクカク動いて、はい、そうですね。行き過ぎちゃったりとか、はい、またちょっと戻ってとかありますけど、これだと本当にそこにスンって
寄っていけるのが。そうですね。もうズームも、引いたり近づけたりするのもすごいスムーズにこう動かしていけるので、ちょっと実際なんかパスとか出していただけますか。はい。例えばじゃあこれ一つですね、どこか、加工をこう出してみますと、はい、これも8箇所ですね加工しているものなんですが、実際にこの一つ一つですね、じゃあしっかり加工が出ているのかどうかとかを見ていくときにですね、こう簡単にその見たいところの向きを合わせることができる。これを実際にキーボードだけでやろうとすると、やはりこう何度もこうやってカチカチもうでどこ見たっけってなりますよね。その同じとこを見ちゃったり行き過ぎちゃったりしますよね。そうですね。今回みたいにこう同じものを加工していると、見たとこ見てないとこ、あれ今どこだということになるんですが、それもですねずっとこう、引きで見たりこの状態で寄せたりということで途切れないから見やすいですねめっちゃ。はい。特にこういう加工って工具交換を極力減らしたいから、はい、一本のツールで同じ加工できると全部選択したいんですよね。いろんな座標を作って、そうですね。ってなるとやっぱり同時に同じ面を10個とか20個とか選ぶ必要があるから、より 3D マウスの方が使いやすいよという。はい、おっしゃる通りですね。なるほどな。僕5軸はねほとんど触ったことないんで、ここまであれですけど、3軸でも十分曲面のここのサーフェス選びたいみたいな時ありますもんね。そうですね。これは今回そういう5軸を使うようなモデルになってますが、例えばこの一つを見た時でもこのモデルのいろんな方向からこう見ようとした時でもやはり左手と右手を何度もこう離したりクリックしたりが出てきますが、これ1個だけ取ってみてもこのようにですねくる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 と自由に動かすことができるので、シミュレーションとかももろですよね。そうですね。はい、実際にこれではマシンシミュレーションを見てみたいと思いますが、これ怖いですね干渉が。これそうですね。これどういう5軸を想定してるんですか。はい、これはですね、同時5軸とかではないんですけれども、やはりその多数個取りっていう、いろんな方向から加工できることで、1回の段取りで複数加工できる。ゆりかご式のやつでC 軸が回転するタイプの5軸。そうですね。はい、そういった機械になっています。これも実際にシミュレーションを動かした時にですね、はい、5軸の加工の場合ですね、こういろんな片方の方向から見ることもそうですし、例えばじゃあ他の方向から見た時にどこか別のところを干渉していないのかとか、こういったところもやっぱ気になってくるところなので、こういった時に、マウスでですね、マウスキーボードで動かしていると、しかも止まっちゃいます。これそうですね。シミュレーションこの今止まってしまうという動きも出てくることもあるんですが、それはでかいですねめちゃくちゃ。これが 3D マウスを使うと、連続的にこう動いたまま今どこにどう寄っているかとか、すげえフォルダーとワークがどれぐらい今近づいてるかっていうのもこう見やすくなるので、いやこれはかなり大きい。思ってたよりCAM での有効性がありますね。はい。そうなんだ。これまだ1決め5軸だからあれですけど、同時5軸とかなってきたらもっとそうですね。グリングリン動いたりするわけですもんね。はい、テーブルと機械が、ホルダーが近づいてくるので、その時に、いろんな方向から見て、実際にぶつかっていないか干渉が起きていないかっていうのを確認する場合ですと、やっぱりこう常にこう回しながら見た方がより確実に見れるっていう。なんかイメージとしては単純に触りやすくなってちょっと速くなるぐらいかなと思ってたんですけど、安全の方でもかなり有効ありますね。そうですね。はい。CAD の操作の場合には、そういったもちろん干渉とかそういうのはあんまり気にしなくていいんですけど、特に CAM の操作になってくると、今のようなその機械同士、ジグワーク素材が干渉ぶつかるっていうもちろんトラブルが出てくるので、そういったところを事前に検証確認するためのシミュレーションをより確実に確認するといったところではさまざまな方向から見る必要があるので、そういった時にはこういった 3D マウスがあると、その動かす回数ですね、このマウスの操作の回数っていうのが明らかにやっぱ減ってきますので、作業的な負担っていうのがかなり軽減されるっていうところですね。いや素晴らしいですね。これはちょっとちゃんと使いこなしたいと思います。本当に
いろいろ教えていただいたんで、そのはい設定の仕方とかもちゃんと使いこなしたいと思います。はい、ぜひこれを使えるようになると作業の効率もぐんと上がりますので、最初に申し上げたこれなしでは作業できないという体にいつかなる、もうすでになっています。それに僕もなると。いやー、本当そうですね。というわけで 3D マウス歴20年の尾形さんに本当の使い方というかプロの使い方みたいなのを教わったわけなんですけども、いやちょっとびっくりしましたね。本当にちゃんと使いこなせば便利だってことが分かりました。はい、よかったです。分かっていただけでちゃんと使いこなしたいと思います。はい、で、これ今回ね、スペースマウス、ワイヤレスとスペースマウスエンタープライズですね。はい、であとこの間にスペースマウスプロっていうのありますもそうですね。はい、ありますけど、実際どういう方におすすめですか？はい、スペースマウス使われる方、使っていただくといいかなという方としては、もちろん 3D CAD を使われる方、私個人的にはですね、全ての方使っていただくと本当にいいとは思うんですけれども、やはり CAD と CAM、今回 CAD と CAM のところをお話しさせていただいたんですが、例えばフュージョン中心に今日お話ししてるんですけれども、フュージョンに限らず 3D CAD、いろいろ対応してますし、例えばフュージョンを CAD として使って、別の CAM を使ってるとか、逆もそうですね、別の CAD を使っていてフュージョンを CAM として使っているっていう、いわゆる違うソフトを使っている方とかには非常におすすめかと思います。そうか、モデルの回し方がソフトによって違うから、はい、A 社はシフトを押しながらモデル回せる、このマウスで回せるけど B 社はコントロールをしながらじゃないと回せないみたいなことがあるけど、それがもうこれ1個でいけちゃうと、同じもう動きで共通して回すことができるので。でかいですね。私も実際にフュージョンだけでなくていろんな CAD とか CAM を会社でも扱うんですけど、そのシフトコントロールを気にすることなく、もう画面の操作をできるので。そういうことか。なるほど。じゃあ本当にもう 3D CAD、CAM 使われる人には全員使っていただきたいと。そうですね。はい。これ私 3D コネクションさんの人間ではないんですが、そうですね。はい、オートデスクの人間なんですけれども、もう昔からこれ使わせていただいていて、本当に便利というのはもう身に染みて分かっているので、もうお会いするお客様皆様にもこれ便利ですよって言っておすすめしてます。はい。本当に作りもすごいしっかりしてて重たくてずっしりして。僕浮き上がらせましたけど、あれも設定でちゃんとやれば使えるのでこの機会に手に入れていただけたらと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんと使おう。いや本当ですよ。